で、これを RGB 分解をしておきます。はい。こんな感じのマスクになりました。星好きの皆さん、こんにちは。今日はセルフグラデーションマスクフラット補正ということでやっていきたいと思います。これはね、メシエ31アンドロメダ銀河の天体写真です。これをフラット補正していこうと思うんですけども、セルフグラデーションマスクフラット補正は、前のですね、この、2分でできる天体写真のフラット画像の作り方、ソフトビニングフラット補正ですね。これの改良版みたいな形で、やってること似てるんですけども、ちょっと改良しました。で、名前も変えときました。で、これも同様ですね。なかなかフラットが、普通のフラットのやり方が合わない人とか、過去の天体写真をフラットにしたいとか、めんどくさいですね。フラットフレームを何十枚も何百枚もコンポジットしてとかいうのがめんどくさい僕のような人がやる簡易フラット補正になります。で、何を改良したかというと、このソフトビニングフラット補正はこういう真ん中にちょんとか、こういうのは全然うまくいくんですけど、結構広がった星雲とか、天の川もそうなんですけど、こういうのとか、こういうアンドロメダとかもこう、たくさん広がってるやつとか、こういうのちょっとね、かけすぎて、フラットがいびつになってなんか変な感じになってしまうとかいうのがあるので、ちょっと難しいなと思いながらもずっと僕使ってたんですけど、それを改良したバージョンです。で、この他にですね、もう一つ、ワンショットフラット補正っていうのもちょっと後で動画上げときたいと思いますんで、今回はとにかくこの元画像から作るフラット補正ですね。次の動画はワンショットフラット補正ということで、元画像を使わないもう超簡単なフラット補正です。そっちの方が主流になるかもしれないんですけど、それはちょっと元画像からは作れないので、元画像から作るバージョンを今からやっていこうと思います。で、今回はですね、このアンドロメダ銀河と、それから天の川の成形写真、それとアンタレス付近、このあたりで3つぐらいでやっていこうと思います。で、実はこのセルフグラデーションマスクは郊外かぶりも同じように、一色単にですね、処理しちゃうような形のフラット補正なので、そのあたりも天の川とかアンタレス付近の処理で見ていただければと思います。はい、それではやっていこうと思います。このアンドロメダ銀河は15枚だけコンポジットしたやつなんですけど、だいたいコンポジットした後って、ちょっとこんな感じになってるじゃないですか。こんな感じ。ちょっと明るい感じ。これを、レベル調整で、ちょっと切り詰めます。切り詰めるときに、こんな感じでデータがあるギリギリぐらいまで切り詰めます。で、この時にですね、こう切り詰めるんですけど、これで切り詰めてます。この時にこのグラフあるじゃないですか。これいつも僕なんとなくですね、対数スケールとピークを表示、これをちょっといつもオンにしてやってるんですよ。これオフにすると、ちょっとね、データがあるところがどこまでかちょっとわかりにくいんで、これ全体をこう表示できるので、これでいつもやってます。これにしといて、こうギリギリぐらいまでデータをこう削らないようにしてギリギリぐらいまでちょっと目安として、切り詰めてからちょっと処理するって感じです。で、切り詰めたらあとは元画像を複製して、フラットとしておいて、で、この画像ソフトビニングで、また画像をちっちゃくしておきます。別にソフトビニングじゃなくても何でもいいんですけど、10分の1ぐらいにしておきます。そうすると軽く処理ができますので、で、これでミニマムフィルターで、微光性だけ消していきます。この大きなのは消えなくてもいいんで、あんまりやりすぎると、こう、フラットの形が変わっちゃいそうなので、軽く、こう、微光性だけ消えればいいです。あとは、後で消しますんで。
これで OK。ソフトビニングフラット補正とここまでは似てるんですけど、あとだいぶ変わってきます。で、ここまで微構成が消えたら、今度 TIFF に変換して保存しておきます。あと、別のレタッチソフトに移動しますんで、今これステライメージ使ってますけど、違うレタッチソフトに行きます。今ですね、コーレルペイントショッププロっていうので、開いてるんですけども、アンドロメダを開きました。別にフォトショップとか他の無料のレタッチソフトでも結構なんで、で、次にやっていくのはですね、この大きい構成とか、これ構成じゃないですけど、銀河とか、このちっちゃい部分ですね、メインの星雲以外の大きい構成とかを消していきます。この時に、ちょっとクローンツールってのを使います。で、クローンツールでちょっとサイズでっかすぎたので、20ぐらい。このぐらい、この辺ちょっとあるじゃないですか、微構成が。こういうのを、右クリックでこの辺のをコピーして、この辺に貼り付けるという感じで、消していきます。そうすると結構、自然になるんで、で、消すときに、この、丸い形になってるじゃないですか、フラットの。その辺の、ここをコピーするんじゃなくて、この似たようなところをこう、コピーして貼り付けると自然になるかなと思いますんで、そんな感じで残った大きいのだけでは、ちょっとだけなんで、簡単に消せますんで、これで。でこれちょっと大きめなので、30ぐらいにしておいて、この辺と近いかなってところをコピーして貼り付けると、ちょっと濃かったら、この辺をコピーして貼り付けると。まあ、大体でいいと思うんですけど、こんなもんですね。はい。で、この辺の銀河も消しときましょうかね。もうちょっと大きめにして、この辺をコピーしてポンと。もう一回ポンという感じで消していけば自然になるかなと思うんですけど、この辺ちょっと跡が残っちゃう場合は、もう一回こうポンとこんな感じかな。これでちょっと、消えたと思いますんで、まずはこんな感じで大きい星を消すというところです。で、次にですね、この選択ツールで、自動選択じゃなくて、自由選択でいいと思うんですけど、で、多少境界線をぼかしてですね、囲んでいきます。で、囲んでいくときに、ちょっと、考え方としてはグラデーションっぽくしたいんで、外から内に明るくなるとか、星雲も、今回たまたま中心がアンドロメダで明るいんですけど、この辺が明るかったりいろいろすると思うんですけど、星雲がちょっとこう、グラデーションするっていうイメージでやってるんですけど、で、だいたいちょっとレベル強調してみると、こんな感じで星雲ってどこまで歩くのかなっていう、こういう感じですよね、こういう感じ。ですんで、ここを囲むんですけど、この淡いとこはそんな気にならないんですけど、こういう感じで、囲んでいきます。こういう感じで囲んどきます。で、この囲んだ状態でトーンカーブをしていきます。でトーンカーブで、この背景をあんまり動かしたくないんで、この辺に背景付近をちょっとこう、動いちゃいましたけど、ちょっと微妙な作業になりますけど、こう固定しておく感じですね、動かないように。この辺も一応打っておいて、はい。この状態ちょっと、ハイレベルからちょっと下げていくと。こんな感じに横向きになるぐらいにしていくと、こう中心部がちょっと暗くなりましたけど、で、こんな感じで一回やってみると、で、中心に向かって明るくなるように、ただもうちょっとグラデーション、ちょっとこの辺が明るすぎるんで、もうちょっとこの辺にポイントを打ってみて、どこまで、暗くなりましたよね。こういう感じで、中心部が暗くなりましたよっ
っていうとこですね。もう少しトーンカーブでできるかな。この辺をもうちょっと下げると、こういうこんな感じですかね。中心部に向かって、暗くなるように、ちょっとこの辺暗くなっちゃいましたけど、こんな感じですかね。一回これで OK しておきます。で、この状態をですね、選択解除してですね、今度は、この四隅にあまり被らないように囲んでいくんですけど、こんな感じで、なんていうんですかね、星雲のあるとこ囲みたいんですけど、あんまり四隅をやりすぎると、この形が変わっちゃうので、もうちょっとこの明るいところのちょっと外側ですね、外側を若干囲むっていう感じでいいのかなと思うんですけど、こう囲んでおいて、この範囲だけをガウスぼかし。で、ここ結構ズンズンたくさんやっていくとですね、だんだんグラデーションっぽくなっていくんですけど、今100やりましたけど、もうちょっとぼかしてみましょうかね。もう一回100やるとあれなので、あとは少しずつ、こういう感じで、グラデーションを作るって感じですね。これで解除。で、うまくいけば、今度もう一回解除した状態で、今度は全体的に、10とか、20とか、ですね。20ぐらいやってみましょうかね。全体的にかけると。そうすると、ちょっとグラデーションっぽくなって、ちょっとこれでレベルを強調してみると、どんな感じか。こんな感じになってますよってとこですね。はい。これで、OK かなってとこですね。ここ、マウスを当てるとですね、ここにちょっと数字出てくるんですけど、だいたい、明るさが、この RGB のとこ見ると、R46、G45、B45。で、端っこに行くにつれて、徐々に、33、32、27、26ってなっていくんです。こんな感じでグラデーションを作っておくといいかなってとこですね。ちょっとこの辺がコツがいるかもしれないんですけど、慣れればできると思います。で、この状態でまた、一旦保存してですね、ステライメージに行きます。はい、ステライメージに戻ってきました。で、さっきのグラデーションマスクを、フラット画像を開きました。で、ここからですね、画像サイズを元画像のサイズに戻しておきます。で、この画像サイズ確認してですね、このフラット画像ちっちゃくなってますんで、これを戻しておきます。これが合ってますね。はい。で、こんな感じですね。で、この状態から、こっからちょっとね、ソフトビニングフラット補正と違うんですよ。明るさ調整フラット補正みたいな感じなんですけど、普段ダークフラットとかするんですけど、こういうのは使わないフラット補正ですね。明るさだけ調整するような感じなんですけど、で、元画像のサイズ戻したら、今度はこの画像をですね、階調を反転させます。要は、黒いとこ白に、白いとこ黒に、これと元画像と逆のところですね。階調反転させます。今これカラーの状態で反転させてます。で、この状態でまたレベル調整ですね。もう一回また対数スケールピークを表示とか、これをちょっとオンにしておいて、ちょっと切り詰めます。ちょっともう一回やると大きくなるんで、こういう感じでギリギリぐらいまで、データは削らないようにですね、こんな感じにしときます。
ちょうどこれと反対側になってますよね。暗いところが明るくて、明るいところが暗くなってます。で、このレベルを今度切り詰めたら、で、RGB 分解します。RGB 分解。こんな感じですね。で、カラーは閉じときます。もう今、あとはカラーは使わないと思うので、で、R、で、G、で、B、まあ、こんな感じ。で、この元画像の方、この元画像も合成 RGB 分解で分解しておきます。で、R、G、B と。で、RGB それぞれできました。で、まあ、R からやっていきましょうかね。で、R、これを選択マスクで、フラットの R ですね。これを選択して、あとはですね、この明るさ調整でフラット補正していきます。これですね、明るさ、コントラストっていうのを開けてもらって、明るさだけ調整していきます。で、明るさをこう、上げていくとですね、こう、まあ、この外が白くなりましたけど、これのいいところを探すってところですね。例えばこれ今40ですけど、こうマウスを当てると大体明るさ出てくるんで、まあ、60ぐらいとか端っこが。まあ、これで一回見た目も普通なので OK にしてみて、で、ちょっとレベル調整でどのぐらいになってるか確認をすると、ちょっと強調してみてですね、ちょっと外が明るすぎますよね。ってことは、もう少し落としてみます。で、まあまあ、こんなぐらいだいたい良ければ、後でまた調整できるんで、まあ大体で OK にしときます。で、これを他の G にも B にもやっていく形です。G を開けて、元画像 G を開けて、フラット画像の G をマスクで適用させて、で、まあ、さっき40だったんで、まあ40ぐらい入れてみますけど、40でちょっと明るいかな。ちょっと見てみましょうか。この画像によって RGB によって明るさちょっと変わってきますね。これまだ明るいですね。もう10、さっき30でしたかね。ちょっとわかんないですけど、とりあえずこれで、調整していくと。これもこんなぐらいでいい OK としておきます。で、今度は B の元画像にフラットの B を適用させて、明るさをさっき30だったんで30でどうなるかなっていうのを見て、まあ、光害が多いとかカラフルな天体写真だとこの辺の数値が全然バラバラになってきたりしますんで、アンドロメダは似たり寄ったりの画像なのであんまり数値変わらないかもしれないですけど、まあ、これで OK と。で、このマスクはですね、保存して置いておくと後で使えるんで置いとってください。とりあえずここ置いときますけど。で、この合成で RGB 合成でこの元画像の明るさ調整したやつ、これを RGB、赤には赤、緑にはG、青には B で、で、これで OK すると。これで、あとはオートストレッチで一応こう、どっかでオートストレッチかなんかでホワイトバランスを合わすと。レベル調整でも何でもいいですけど。で、これでフラットが一応できたぞっていうことで強調してみると、こういう感じですよ。で、元画像をちょっと出しますね。これが、今日できたやつ。で、これが、こういう感じですね。ちょっと明るさが合いませんけど、まあこういう感じになりますよってとこですね。まあこんな感じでフラット補正ができますよってことですね。
ちょっとレベル戻しますけども、これ結構使えそうじゃないですか、このフラット補正。で、もしですね、例えばね、デジタル現像とかしてやっていくじゃないですか。強調して。ちょっと今適当にやってますけど、こうやってた時にどんどん画像処理が進んで、処理していくと、ちょっと誤差があったりすると、フラットに修正できるんですよ。例えば、ここが赤っぽかったら、R を適用させて、で、明るさ調整で、R を選択、チャンネル R を選択して、で、こう上げていくと、R のチャンネルだけ、外側の明るさを調整できるんで、こんな感じでいろいろ調整できるんで、これでいつでも周辺原稿が調整できますよっていう形ですね。ですんで、この最初の一発目で、大体あったと思って構成しても、途中、ちょっとずれてるなと思えば、このマスクを使っていつでも周辺原稿が調整できますよっていうことで、今やってます。元画像から作るときは、最近このグラデーションマスクフラット補正をやってます。では次、天の川の成形写真ですね。これもちょっとやってみようと思います。それではですね、天の川の成形写真のセルフグラデーションマスクフラットをやってみようと思います。で、これも同じようにですね、レベルを切り詰めるんですが、こんな感じですね。はい。で、画像複製フラットで、ソフトビニングして、これでミニマムフィルターかければほぼ消えるかなというところですね。ちょっとこの、1ぐらいでも消えますね、ほとんどね。はい。これでまた保存して、レタッチソフトで開こうと思います。リフ化して保存して、レタッチソフトで、やっていこうと思います。はい。ここからちょっと音声取れてなかったんで、数分間だけナレーション入れたいと思います。まずはですね、選択ツールで、選択範囲を、天の川ですね。天の川のところをぐるぐると囲んでいきます。なるべく地上景色、関わらないように。で、トーンカーブでですね、また背景というか暗いところがあまり変わらないようにポイントをいくつか打っておいて、でもって、ハイトーンのところを下げていくと天の川がこう薄くなっていきました。で、ちょっと暗くしすぎないようにちょっと明るいぐらいの方がいいんで残しておいた方が。で、こんな感じで OK と。でですね、次にですね、今度ぼかせたりするんですけど、ぼかすときにですね、この、なんていうんですかね、境界線があるじゃないですか、地上景色が。それがちょっと厄介なんですよ。このまま普通に囲んでぼかすと、こんな感じで真っ黒になっちゃうんですよね。黒いところが膨らんでいってしまうので、これはいただけないなということで、ちょっと違うやり方でやります。で、その前にちょっとアンタレス付近の構成が若干残ってたので、ちょっとクローンツールで消しておこうかと思います。うっすらなんで、どっちでもいいですけどね。はい。で、次にですね、ぼかしていくんですけど、その前に、地上景色を消していくんですよ。またクローンツール使うんですけど、このクローンツールの境界線の、クローンツールでちょっと大きめに、サイズを大きくしといた方がいいかなと思うんですけど、で、境界線の上をコピーして、その下に貼り付けて、クローンしていくと。で、地上景色またちょっと横にずらしてコピーして、こっちに貼り付けると、クローンするという感じのを、左からでも右からでも、どっちか一歩からやっていくって感じですね。ちょっと早送りしてますけど、こんな感じでずーっとやっていくと。
明るさが左右で違うので、上から下の方が、自然になりやすいかなってところです。ただここはぼかした時に変にさっきみたいに真っ黒にならないようにしてるだけなんで、そんな厳密には必要ないんですけど、グレーでもいいんですけど、ただなかなかグレーっていう色で塗りつぶしちゃうとなかなかうまくいかないので、今のクローンツール使って、地上景色のちょっと上をクローンしてた形なんですけど、あとはこの天の川のうっすら残ってるところをぼかしていくんですけど、ちょっとこう部分ですね、天の川って言っても一個だけじゃないですよ。いくつかに分かれてるじゃないですか。だから明るいところの周りをぼかして、でこの辺も微妙にこう調整して、暗くなりすぎず明るすぎずみたいな、暗いよりか若干明るい方がマシですけどね。でこんな感じでぼかして解除して、またどっか一箇所こう明るい部分を見つけたら、こうやって囲むと、でぼかすと、こうやってここに分けてやっていく方が天の川の場合はいいですよ。他の場合もそうですね。他のセルフグラデーションマスクフラットホースでやるときも、部分に線分かれてたら、その辺をやっていく方がいいですね。アンドロメダとかは1個だけなんでね、いいんですけど。で、こんな感じで、もう一つ、ちょっとこの辺も一応を、ぼかしとこうかなってところで、3回4回に分けてぼかしました。で、レベル調整で、どんな感じになったかなっていうのを、見たらこんな感じなんですけど、下の方はそんなに問題ないんで、で、次にですね、全体的にぼかします。で、全体的に10とか20とか、調整して、やりすぎるとまた変な形になっちゃうんで、10とか20とか、その辺、形を見ながらですね、ぼかします。10だったらこういう感じですね。20だったらとか、20ぐらいにしときますけど、今度またレベル調整で見てみると、こんな感じになってますよということですね。で、名前を付けて保存して置いときます。で、次は白黒マスクを作っていこうと思います。で、次にですね、今度は元画像を開きました。で、元画像をグレースケールにします。これマスクを作るって形なんですよね。白黒マスクをちょっと作っていきますので、で、この地上景色を選択範囲で囲んで、いろいろ許容値とか調整しながら囲んでいくっていう形なんですけど、自動選択でこれはやってますけど、こんな感じで許容範囲をちょこちょこ調整しながらやると、だいたい景色を囲めますんで、で、あとは境界線で囲めてないところないかなっていうので、チェックしていくと囲まれてない景色があるんで、結構山のこういう草木とか難しいですよね。綺麗にうまく囲んでくれないんで。でもこの辺も許容範囲調整しながら、ここだけ追加で選択範囲にするという形で地上景色を囲んでいきます。でもあとちょっと早送りしてますけど、細かいところをちょこちょこ選択範囲を増やしていって、なるべく囲めるようにしています。でもって、今度は明るさ調整で地上景色を真っ黒にしました。で、今度選択範囲を、今こんな感じで真っ黒にしましたけども、囲めてないところも部分ありますけど、今度は選択範囲を反転させて、今度星空のところを今度明るさを真っ黒じゃなくて明るくして白くすると、これで白黒にするわけですよね。で、ちょっとあとは、ペイントツールとかクローンツールですね、こういうのを使って、地上景色の選択範囲の残ってたところがもしあったら、こうやって塗りつぶすような感じですね。この辺をずっとやっていくような形です。ここもちょっと残ってますけど、
こういう形でできますね。これで白黒マスクができましたと。ただここで終わりじゃなくて、あとぼかす、全体をぼかす形です。境界線を自然にしたいんで、ちょっとぼかしてます。最初、選択範囲で境界線をぼかしながら、境界線を選択してもいいんですけど、そううまく拾わないことが多いんで、僕はちょっとくっきり、選択範囲を囲ってから、後で最後にぼかしてるって感じをとってます。はい。では、ステライメージに戻ってきました。元画像とフラット画像とマスクを開いて、で、まずフラット画像まだ画像が小さいままなので、で、元画像のサイズに戻したいと思います。元画像の、画像サイズを確認して、これで元画像のサイズに戻りました。で、反転させてですね。で、またレベルをちょっとデータのあるところまで切り詰めておきます。で、この時点でこのマスクをオートストレッチしててもいいですけどね。適当なところで。で、ホワイトバランス合わせててもいいですけど、ちょっとまだずれてますけど、このままでもいいんですけどね。いいんですけど、オートストレッチでもうちょっと合うとこを探してみて、ちょっと合わないですね。このままでもいいかなとは思うんですけど、ちょっと待って、一応合わせときましょうか。合わす必要もないですけどね。別にないんですけど、どこでホワイトバランス合うんだっていう話もあるんで、ややこしくなるんで、もうこのまま行きましょうか。ちょっともう一回オートストレッチ、この辺でちょっと合わせといて。で、レベルを、データのあるところまで切り詰めておくと。赤と青がはみ出てますけど、これはこれでいいんで、で、こうしときますと。この状態でですね、ちょっとさっきマスク白と黒反対に作っちゃったんですけど、これ逆にした方がいいんで、この地上を白くしときます。で、これにですね、今の、マスクを適用させて、明るいところを暗くしておくと。こんな感じで。で、こう見たら、100になってます、0になってますんで、明るさが。こんな感じで OK ですよと。で、これを、RGB 分解をしておきます。はい。こんな感じのマスクになりました。RGB と。で、これは使わないんで、ちょっと閉じときますけど、で、この元画像もですね、また RGB 分解しておきます。じゃあ R からまたちょっとやっていきますけど、R のに、フラットな R を適用させて、で、明るさが、30ぐらいで確認してみますけど、これでちょっとレベルを絞って、まずどんなもんですかね。こう外側が、このぐらいにしておきましょうか、とりあえず。で、G マスク。明るさですね。明るさを上げてから、これも一回、とりあえず30でやってみて、ちょっとこの辺が明るくなりすぎているんで、もうちょっと下げて、5ぐらい一旦下げてみますけど、一旦これで OK としておきます。後でちょっと微調整しないと合わないかもしれないですね。で、B でこれで、で、25ぐらい上げたんで、もう一回25でどうなるか。ちょっと明るい気がします。外側が明るいんで2ぐらい下げときますけど、これで一旦合成してみますね。で、RGB と。
これで合成するとどうなるか。とりあえず一旦オートストレッチでホワイトバランスを合わせておきますので、適当なところで、これでいいかな。で、これでちょっとレベルを絞って確認と。ちょっと、もうちょっと違うところでオートストレッチをしてみて、どうなるか。この辺でやってみましょうかね。ちょっとこの辺が緑っぽかったんで、こっちを合わせて、どこでオートストレッチしようかな。もうちょっとこの辺で、この辺がちょっと緑っぽいんで、まだ、こんなもんで、この外側を調整する感じなんで、なんかこの辺である程度合わせておいてからオートストレッチかなんかで、この辺をホワイトバランス合わせてから、あと外側いじる方がいいかなと思うんですけど、ちょっと外側が赤っぽいというか、になるんで、ちょっと赤が強いのかなと。で、これマスクをですね、フラット R を適用させて、で、明るさ R をちゃんと選択させて、2ぐらい下げてみますけど、で、RGB でレベル絞ってみると、さっきより合いましたよね。ちょっと空が青っぽい感じしますけど、青がきつかったら青も下げてみてもいいんですけど、みたいな感じですけど、どうでしょう。下が緑になる。もうちょっとこっちに近くしたいんですけどね。もうちょっと一回マスクを外してオートストレッチでこの辺で合わせてみるとどうなんでしょう。こうすると、ちょっと青っぽいですけど、ただ青い方が自然っちゃ自然なんですね。この辺好きなようにバランスいじってもらったらいいと思うんですけど、仮に青を下げるとどうなるのか。B2 ぐらい下げてみるとどうなるでしょうか。マスク外してオートストレッチでこうしてみると、こっちの方が自然ですかね。黒っぽくなった、このぐらいがバランスいいですかね。こんな感じでなんていうんですかね、ある程度ホワイトバランス合わせれますんで、好きな時にホワイトバランス合わせますんで、多少この辺のこうがひどいところはちょっと残りますけど、この方が自然かなと。この辺のなんていうんですかね、この辺の郊外かぶりまで補正しようと思うと、最初の作った段階のマスクでちょっともうちょっと工夫した方がいいかもしれないですけど、こんな感じであります。前方やるこのぐらいの方が補正されてちょうどいいかなと思うんですけど、あとはこういうですね、マスクを適用させたりして、画像処理していくとか、もうちょっとぼかしてですね、この辺を。で、この星空を補正していくとか、反転させて、トーンカーブしてみるとか、そんな感じですよね。こんな感じで画像処理していくと。ただ、境界線がくっきりしちゃうんで、もうちょっと、もし画像処理で強調していくなら、こういうところをぼかして、この裏をぼかして処理していく方が自然かなと思いますけど、はい。こんな感じでフラット補正ができますよということですね。はい。次にですね、アンタレス付近の天体写真のフラット補正をやっていこうと思います。
で、これなんですけど、これアンタレスなんですけど、この前撮ったやつなんですけど、ちょっとその前にですね、ちょっとゴミがいっぱいついてまして、これなんですけど、こっちとかこっちとか、この古い X2 でやってるんですけど、キャノンの X2 で、ちょっと掃除しないといけないんですけど、強調するとですね、よくわかるんですけど、たくさんあるんですよ。こことこことこの辺とかこの辺とかこの辺とか。で、一応このまま、いつも先にですね、これを処理してから、フラット補正入ってるんですけど、で、処理したのが次、これです。はい、これがゴミ処理した後なんですけど、ですね、こんな感じでゴミ処理ができてます。はい。この状態からやっていこうと思うんですけど、一応これ強調させてもですね、フラットっていうか、郊外が多くて、ちょっと僕撮ってるとこ南側結構郊外多い場所なんですけど、フラットがちょっと分かりにくくなってますけど、郊外がひどくてね、この辺とか。でもこういう変な感じのややこしい被ってる画像をやっていこうと思います。で、一応オートストレッチして、もう最初にレベルをだいたい切り詰めてますんで、このぐらいですか。ちょっとこれ切り詰めすぎた。データ消えないところまで切り詰めて、で、ここからスタートしたいと思います。で、またフラットで、複製して、ソフトビニングで、ビニングでも何でもいいんですけど、画像を10分の1にしました。で、ミニマムフィルター1、2ぐらいするとだいたい1.5 ですか。消えるんで、このぐらいにしておいて、で、これで TIFF で保存して、ペイントショップでちょっと開けたいと思います。はい、ペイントショップで、開きました。次にですね、このちょっと構成を消していこうかなと思うんですけど、ちょっとサイズをちょこちょこ変更させながらですね、30ぐらいで、この辺をコピーして、クローンツールでこう、ちょっと黒すぎたかな。ちょっと黒すぎたら、その周辺をもう一回コピーして、こんな感じでいいですかね。ここは、20ぐらいにして、この辺をコピーしようかな。ちょっと黒くなりすぎましたね。この辺を、こっちの方が自然ですかね。こんな感じで、構成を消していきますよと。この辺は消さなくても良さそうなんですけど、ちょっと自然になるところで、やっていこうかなと思います。こんな感じにしておいて、で、次にですね、ちょっと囲んでって、星雲のあるところをどのぐらいちょっとぼかした方がいいんで、25ぐらいにしましたけど、この辺の明るい部分ですね、星雲があるなーってところを、一応囲んでいきますよということで、はい。で、トーンカーブで、ちょっと平らにしていきますよと。ステライメージはこういうのはちょっとやりやすいんですけど、この辺あんま変わってないですけど、これでいいですよ。あんまりやりすぎると、あれなので、で、ちょっと選択解除して、で、もう一回ぼかしたいところだけ、囲んでいきます。ちょっと星雲のこの、ぼかす前は、星雲のちょっと外ぐらいをぼかす方がいいかなと。で、あんまり、この下に行かない方がいいですね。あんまりやりすぎると、フラットの形が四隅っていうか周辺変わっちゃうと嫌なんで、で、これでぼかしていきますよと。
どっか自然になるところまで。ここまでやると多分やりすぎかなと思うんで、こんな感じで一回50ぐらいしましたけど、一回これでガウス動かし、もう一回この洗濯マスクを外して、20、30、20ぐらいにしておこうかな。で、もう一回レベルでですね、ちょっとどんな感じになってるか、ちょっと強調して確認しますよってとこですね。こんな感じでいいかなと思うんですけど、もう一回、TIFF で保存して、ステライメージに行きたいと思います。はい、ステライメージに戻ってきました。で、このですね、サイズがちっちゃいので、元画像のサイズを確認して、同じ画像サイズに戻しておきます。はい、この状態で今度は、強調してもいいし、反転とりあえずさせて、で、レベルを切り詰めておきます。この時点でオートストレッチしてても構いませんので、例えばこういう感じでオートストレッチしておくと、ホワイトバランスが、あんまり合ってないですけど、あんまバラバラだとこう切り詰めにくいんですけどね。もう一回オートストレッチしてても構いません。こういう感じで、はい、切り詰めました。で、これを3色分解ですね。で、RGB に分けましたよというところですね。ちょっとフラットっていうか、形が若干違うんですけど、明るいくらいが。で、今度は、これも削除しておいていいんですけど、で、今度元画像の方も3色分解して、で、RGB に分けておきます。で、R からまずいきますけど、フラットの R を適用させて、明るさを上げていくと。どのぐらいなのか、いうとこですけど、80。80明るすぎ、70ぐらいでちょっと切り詰めてみますけど、どうなってるか、なんかまだ合ってないですね。明るすぎたかな。ちょっと待ってください。30、マイナス30、これでどうでしょう。40上げたことになりますけど、まあってとこですけどね。ちょっとまだ暗いですかね。もう、5、30、40。こんなもんですかね。もうちょっと上げてもいいですかね。こんなもんですかね。いくつ上げたのか忘れちゃいましたけど、これ覚えてる方がやっと処理が早いと思いますけど、この G マスクで、いくつでしたっけ ?50 ぐらいが、マスクによって、RGB によってちょっと明るさが微妙に変わってくるんですけど、50ぐらいにしましたけど、ちょっと明るいかな。ちょっと、あと5ぐらい下げてみますけど、こんなもんですかね。で、今度は B、青の方ですね。45ぐらいにして、どうでしょう。こんなもん。とりあえず合成してみます。大体あったので、
構成で、RGB と。これで、あと、オートストレッチをどっかでして、ちょっと強調してみますね。こんな感じですね。ちょっとこの辺が青っぽいんで、青が明るすぎたのか。ってことは、青のマスクを適用させて、P を選んで、1、2、3つぐらい下げましたけど、で、どうなるか。オートストレッチしないといけない。一回マスク外して、オートストレッチ。で、こっちの方がいいですね。こんな感じでだいたいホワイトバランスが合ってきますよってとこですね。あとは、レベル調整したりして、処理していくという形です。今回ですね、この1、2、3つですね、セルフグラデーションマスクフラット補正やってみましたけど、使えると思うんですよ。ソフトビニングフラット補正よりも、使えそうな感じなので、ちょっとこういうマスクでですね、RGB 分解して、明るさを調整するっていう、明るさ調整フラット補正みたいな感じなんですけど、今回やってみました。次回はですね、ワンショットフラット補正ということで、これ元画像から作るんじゃなくて、こんなシートで、フラットを撮影、1枚だけ撮影する感じのお手軽フラット補正です。こっちの方が僕好きかもしれないんですけど、毎回フラット撮るとき、撮影するときに1枚だけ撮る、もしくは2枚撮る、最初と最後に撮る、みたいな感じなんですけど、次回はこれをアップしたいと思います。ありがとうございました。